はい、美味しそう。皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はですね、低カロリーで低糖質な卵サンドの作り方を紹介させていただきます。やっぱ食パンで作るよりはるかにね、低カロリー低糖質ですね。そしてむちゃくちゃ美味しいんで、罪悪感なくパクパク食べれます。ダイエット中なんかにもおすすめ、糖質制限してる方にもおすすめでね。私は全然する気がないんで、普通に作ってもいいんですが、今回のこのヘルシーサンドイッチ普通に美味しいんでね、ぜひ一回作ってみてください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。こちら木綿豆腐1丁です。卵が1つ。味付けはマヨネーズと塩と胡椒を少々使います。材料は以上です。まずはこちらの木綿豆腐の水切りからしていきます。今回は電子レンジを使って水切りしますんで、めちゃくちゃ早いです。はい、こちらね、キッチンペーパーを3枚重ねぐらいで用意してください。そこへ木綿豆腐を置いて包み込んじゃいます。適当で構いませんので、しっかりぐるっとね包み込んでください。こんな感じ。そうしましたら電子レンジにかけても OK な耐熱性のお皿にのせます。そして重しをしながら電子レンジで加熱していくと、あっという間に水切りできるんで、同じようなサイズのこういう陶器の器なんかをのしといてください。この状態で電子レンジ200ワットで5分間加熱していきます。はい、こちらね、重しをした状態、この状態でレンチンします。はい、まずは200ワットで3分加熱してください。その後、豆腐の上下をひっくり返してさらに2分、合計で5分間加熱します。もうこれで豆腐の水切り完璧。はい、こちら今3分経ちましたんで、この重しを乗っけていただいて、中のお豆腐ね、上下をひっくり返してください。よっこいしょと。危ない危ない。はい、そしたら再び重しを乗せる。この状態で次は2分。はい、こちらね、200ワットで2分間加熱です。はい、こちら電子レンジでしっかり水切りした状態のお豆腐ちゃん。はい、ちょっと熱くなってますんで気をつけてください。はい、そしたらこいつをちょっと切り分けちゃいます。ほっと。これ熱くてね、結構崩れやすいので気をつけてください。今回は食べやすいね、ちっちゃめのサイズにしたいんで、まずは半分に切ります。大きさはね、お好みで構いませんので。はい、そうしましたらサンドイッチにするんで、今度はね、はい、薄く半分に切り分けます。はい、こんな状態。これで OK。 次は卵サンドを作るんで、卵の具を用意していくんで、この後このお豆腐はね、表面を香ばしく焼き上げるので、ちょっとこのまま広げた状態で置いて、水分をさらに飛ばしておいてください。はい、お次はね、卵サンドの具を作っていきます。これも電子レンジで簡単です。はい、まずは耐熱皿に卵を割ってください。軽く混ぜます。まだ白身と卵黄が半々ぐらいで分かれてるぐらい。はい、もうこんなもんで OK。 卵を軽く溶きほぐしましたら、この状態で電子レンジで卵がしっかり固まるまで加熱していきます。だいたい1分から1分半ぐらいで OK です。はい、レンジに卵をセット。はい、とりあえず600ワットか500ワットで1分ぐらいいっちゃいましょう。ここで様子を見て、まだ生っぽいなと思ったら、もう2、30秒加熱してください。こんな感じですね。卵がしっかり固まれば OK。 そうしましたらフォークを用意してください。別に刻んでいただいても構わないんですが、フォークでね潰しながらバラバラにほぐしていきます。はい、こんな感じね。いい感じに卵がバラバラにほぐれたら味付けしていきます。はい、ここはもうお好みで構いません。マヨネーズをね、ペペペとちょっと入れていただいて、塩と胡椒で味を整える感じです。そしたらこちらしっかり混ぜ合わせて、はい、これで卵サンドの具完成ね。はい、こんなもんね。もうこれで簡単。
電子レンジであっという間に卵サンドの具できちゃいました。はい、次はフライパンを用意してバターやマーガリンを入れてください。豆腐の方をね、香ばしく焼き上げていきます。はい、まずは火力は弱火ですね。あんまり強すぎるとね、焦げちゃいますので、弱火でゆっくり加熱しながらバターを溶かして全体的に広げてください。はい、こんな感じね。バターが全体的に溶けましたら、先ほど水切りした豆腐、こちらを入れてください。片面をね、カリッと香ばしく焼き上げて、もう片面はね、さっとで大丈夫です。弱火のままで構いません。はい、こんな感じでね、豆腐を入れていただいて、香ばしい焼き色がつくまで弱火でじっくり焼いていってください。このじっくり焼いて加熱することでね、豆腐の水分がさらに飛んで食感がむちゃくちゃ良くなります。だいたいね、3分ぐらいかな。ゆっくり弱火で焼いてください。そしたらいい感じの焼き色ついてると思いますんで、豆腐をひっくり返します。はい、美味しそう。完璧でした。はい、これ豆腐崩さないように気をつけてひっくり返してくださいね。よいしょ。あつつつ。はい、裏側はね、もう1分半ぐらいでいいですわ。ひっくり返したら1分半ぐらい焼いたら OK。いい感じに焼けたら取り出します。はい、こんな感じね。香ばしく美味しそうな焼き色がついた面を下に向けておいて、余分な油分はキッチンペーパーなどで吸い取ってください。もうね、完成間近ですよ。ここまでできましたら、これ先ほど合わしといた卵サンドの具、お豆腐の上に広げてのせてください。ちょっと真ん中を高くして、端っこは少し開く感じでのせていってください。はい、こんな感じでね、半分ずつたっぷりとのせちゃいましょう。ここまでできましたら最後の仕上げです。こちらサランラップを広げてください。ちょっとね、サランラップで包み込んでしばらく落ち着かせるとむちゃくちゃ切りやすくなって豆腐と卵が馴染みますんで。はい、そしたらね、真ん中にお豆腐ちゃん置いてください。そして残りの豆腐でかぶせます。はい、これでサンド。この状態でラップで包み込んでください。よいしょ。はい、OK。はい、ラップでしっかり包み込んで、軽く真ん中をポンポンと押さえるとね、具材が周りにも広がりますんで、5分ぐらい置いてね、ちょっとしっかりなじましていきます。はい、もう1個いきますね。ラップを広げる。豆腐をのせる。よいしょ。はい、残りの豆腐で挟み込む。あとはラップで包み込んで落ち着かせるだけです。ここね、しっかり包み込んでおいてください。はい、そして真ん中ポンポンと押さえて、ちょっと卵の具材を全体に引き伸ばす感じ。こうすることで、このお豆腐がね、まだ熱いので、ラップがクッと引き締まって、全体的にね、形が落ち着きますんで、5分ほど置いて、形が落ち着いて、卵と豆腐が馴染んだら切り分けていきます。はい、こちら5分ほど置いて、しっかり豆腐と卵を馴染ましたら切り分けていきます。ラップの薄い方を切り分ける方が簡単なんで、そちらを上に向けてください。はい、そしたらじゃあ切り分けちゃいましょう。はい、こちら切るときはね、一気にいっちゃいましょう。ビビっちゃうとぐちゃぐちゃになっちゃいますんで、こう上下に一気に動かす感じで。はい、こんな感じね。はい、最後の下のラップだけ重なってるんでしっかり切ってください。抜群にいい感じですよ。こんな感じ。うらー、うまそう。豆腐で作った卵サンド、マジでこれいいっすよ。はい、ぐいっとね。で、最後の下のラップだけ頑張ってしっかり押さえて切るから。うれ、
完璧です。じゃあ盛り付けて食べましょう。それでは今日もいただきます。うますぎる。やっぱね、お豆腐で作ってるんで、食パンで作るより罪悪感なく食べれます。ほんのり香るね、このお豆腐の豆乳の香りっていうんですかね、そちらも抜群。卵との相性最高ですね。今回はね、まだあったかいうちに挟み込んでちょっとホットサンド風に仕上げましたが、具材と豆腐ね、しっかり作ってから冷ました状態でやっても美味しいですし、夜のうちに用意しといて朝仕上げる、お弁当なんかでもね、涼しい時ならいけると思います。いやほんとね、罪悪感なく香ばしいね、お豆腐の焼けた香りと卵のバランスが良くてむちゃくちゃ美味しいです。最高。はい、今回はね、豆腐を使ったヘルシー卵サンドめちゃくちゃ美味しいんで、ぜひ一回作ってみてください。ありがとうございました。